史上最大の大きさなので、この解体が最初はウォールペイントのオファーをいただいた時に初めてなんだけどどうしようみたいな、でもちゃんと経験者であるっていう自分だっていうこともちゃんとこう伝えないと不安にさせてしまうのもあったので、まずは嘘をついとこうと思いましたやったことがある過去みたいなのを植え付けといて、でカフェで見てくれたあの絵に対してどう思ってくれたかってものにそれに応えられる絵をここで描ければいいやっていう、この描き上げた自分のそのプロセスを信じるというかっていうので、この絵に臨んだわけですが、ポカレナさんのこの雰囲気を読み取り、YK ちゃんの人となりと彼の好きなものをなんかこう知ると、おのずとどういうふうにこのロジックを組み合わせれば私も描いて満足ができて YK ちゃんも描いてもらったら喜んでもらえる絵になるかっていうのがこうなんとなくこう浮き出たものをここに表現させていただきましたという感じだったので、とてもノンストレスというか、なんかこう腕組んでああどうしようっていうのが多分1秒もなかったと思います。最初はね、なんかオイスター&シャンパンっていうのをやったら面白いぜっていうところと、でも本当にトシさんにはお世話になってて、オープニング5ヶ月前、ちょうど5ヶ月目迎えてるんですけど、その時にもう本当に振る舞いオイスターやっていただいて、でそろそろ5ヶ月目でどうよ最近 YK とちょっと声かけていただいて、そのきっかけにいろいろスタートしてきた。でその中から確かにオイスター海産物で、うちも海産物いっぱいそんなねたくさんじゃないですけど、海産物とアボカドとシャンパンこうやったら美味しくなるんじゃないかってやってシャンパンと合わせてる。いやそうかオイスターでもなかなかちょっと紹介させてもらいますけど、オイスターマイスタートシさんよイエーイでいつも本当にずっともう長いお付き合いしてもらって、結構学校とかでも先生やられたりとかしてですね、今その海産物をどう作るかの中の沖縄水産、でちょっとこう生徒さん教えられたりとかして、養殖牡蠣の養殖までしかったんですだから、例えば僕はシャンパンってやっぱり扱うからいろいろ勉強するけれども、でもその他の食材のことはそこにやっぱりわからないんで、そうなるとやっぱ本当に本物の人に来てもらうのが一番。今日はそのシャンパンとオイスターの合わせということで、こうやって今日は有明の佐賀県ね。佐賀県さん佐賀どういうオイスターだとは普通の間垣なんだけど、沖で養殖するんじゃなくてわざと干潟で養殖して1日2回の超寒天を使ってわざと貝柱を強くする、ちょっと抑制する養殖するんだけど、やっぱり他の牡蠣と違ってやっぱり肉質が強くて甘みも強い、ちょっと変わった牡蠣、あんまり市場に出回ってないからあれだけど、貝柱が強く感じたもん。やっぱそういうことかと思った。貝柱すごいわごめんね、本当に素人みたいな貝柱すごいな貝柱と思ったもん。全国津々浦々本気で、いろんな漁業組合だったり漁業者さん、生産者さんに直接生産者同士でもつながりがあるから、そういうところ紹介してもらって、実際人となりも見るけど実際どういう養殖してるのかって、養殖場も実際海にまで出て、でそこで水揚げしたのを直接食べたりとかで、どういう安全管理してるのかとか、例えばちゃんとノロウイルスだったり大腸菌、ニッコリ、あと貝毒の検査ちゃんとやってるかどうかまで確認して、でやっぱり僕なんかって生産者から直接仕入れて直接それを口に提供するから、やっぱりね、飲食店としてはやっぱ食中毒って怖いし、下手したら死んでしまう可能性もある。だからそういったところもちゃんと加味した上でどういう養殖してるのかっていうちゃんと確認して仕入れるようにはしてるです。これがですね、毎日ポカレナも毎日営業って頑張ってる最中ではあるんですけど、これをずーっと今17年間そんなに17年もやオイってるんだ。スターバーキーラード17年なんですよ。
名前沖縄に来てごめん沖縄に来てどのくらいまあ、30年あそうなんだ31年もううちのアンチさん急にね死によ死にうちのアンチだなそんなオイスターマイスター毎日キーラーゴっていうお店スナベで17年間毎日本当やられてていつもその美味しい牡蠣がですね時になんかね56種類とか多い時はいやあんまり56種類は置かないけど4種類ぐらいはねなるべく置くように食べ比べもできるからすげえやりたい結構無茶言って干潟で養殖してるやつで本当に天然牡蠣を本当に送ってもらったり地牡蠣って言い方するけど地牡蠣を送ってもらったりとかあとは本当にまあ日本だと多分真牡蠣っていう種類と岩牡蠣っていう種類がメジャー冬場は真牡蠣を食べて夏は1ヶ月間ぐらいこの夏牡蠣の岩牡蠣っていう種類を食べるんだけど例えばうちだったらシカメ牡蠣だったりスミノエ牡蠣違う種類の牡蠣をなるべくみんなが食べたことないだろうから牡蠣も二枚貝でシジミアサリハマグリみたいにいろんな種類があるからそういうのもみんなにちゃんと提供してこの食べたことないやつ食感も違うし味も違うし見た目も違うすごい面白い小粒で本当にこんな牡蠣もあるこれはめっちゃ美味しい。うわそう小さければ小さいほど小粒の方がうまい。全部そこに詰まってる詰まってる。人間はなんか生態学上自分のベロより大きいサイズ全部大味になっちゃうんだって。すごい話が出た。自分のだからベロより小さいサイズのものを食べた方がいいっていうか食べる方が味が分かる。全体像がつかめるってことねそう多分ねらしい。だから牡蠣を大きければ大きいほどやっぱ大味だし、ね、一口で食べるの口いっぱいになっちゃうじゃん。それよりか小粒な方が美味しい。まあ僕はオイスターバーだから。大粒なものを1個2個食べてもらうんじゃなくて小粒の方を100個ぐらい食べてもらえたらそうだね商売の実質っていうことでで今日はそのね昨日からなんですけどデリバさんはいそのねアートの話しましたけど手で昨日からもう準備から入れたらずっとですよね頭の中でこうどんなものってそこからシャンパン飲みながらもううおーで太鼓つとになっちゃってねこのシャンパンを飲んだからこそこれがかけたんじゃないかなっていうねまだ今日は完成してないんですけれども、これがですねちょっとせっかくなんでこのアートについてというかまあデリバさんのちょっとご紹介というかどんなふうにですかデリバですもうね沖縄に来てからあんまり絵を描いてますっていうのはあんまりバーッと打ち出したのはあんまりないここ本当に 3ヶ月ぐらい急に個展みたいなことしてますそうあれもスナベのアイエンコーヒー&ホステルっていう元海岸倉庫旧海岸倉庫跡地が今超おしゃれなカフェになってて、まあ、そこのオーナーさんとちょっとこう仲が良かったっていうので個展をさせてもらえるとで一緒にフォトグラファーの女の子と一緒に個展を開催したんですけど、まあ、結構前代未聞の1ヶ月半展示っていう12月の12月から1月の30日までもう新海誠と同じぐらいの期間をずっとやってたわけでその時に、まあ、結構こうやっぱり、ね、足しげく通って興味を持ってくれる人とかなんかこう例えば絵をなんかこう欲しいってもし言ってくれる人がもしかしたら自分がいない日にいられたら困るから結構こうなんかこう毎日まで行かないけど週に4日から5日は通ってる時にたまたま YK ちゃんと私はなんかしっかりとした面識はその時が初めてだったんだけどまだその前にねうちのマネージャーの結婚式で参列なさってたと一緒にご同席したことがあったらしいんですけどだからもうなんか何回目かの再会の時に私が YK ちゃんとその IN コーヒーで話してた時にまあ、自分がその当時展示してた絵がなんかこうすごく褒めてくださってであれは見た時すごいなと思った本当にこれ誰が描いたのかなと思ってたら全部の絵になんか聞いたことあるなんかデリバ描いてるちょっとデリバさん今すごいいるしデリバさんは
ファッションのアーティストなんていうんですか、ファッションデザイナー、スタイリストっていう認識で僕はいたんですよ。でも同じ名前だからなんだろうなと思ってたら、これデリバさんですかって言ったらそうっすよってなったんで、そこからスタートでしたよ。そこからだった。それで絵をすごい YK ちゃんと話してて、なんかこれ何かできたらいいねって言って、その時言ってた翌日か翌々日ぐらいに葉月っちと愛園でご飯食べに行った。でその時にその葉月っちがあなたの絵はどうこう何かすればどうにかなると思うって言われて、で葉月っちと YK ちゃんも知り合いだと。で私が YK ちゃんと会ったことを言う前に YK 紹介してあげるって言われたの葉月っちからで、この前あったよ昨日か一昨日みたいなで言って、その後にこの YK ちゃん、このフォカレナと私とのこのコラボの葉月っちが始まって、でそのボールアートとか、そういうものはやったことがあんまりなかったんだけど、多分商業ベースなんか私なんかあんまり画家がものすごくその絵にすごいコンセプトとか普遍的なものを作ってるのがなんかあまり好きじゃなくて、こうそれぞれの価値観に順応する絵の方が好きというか、だからなんか自分の絵もやっぱちょっとこうやっぱミーハー心をうまく活用して絵を描いてたから、自分の好きなこのなんかビールボトルとか香水、自分のすごい愛用してる香水のボトルとか、だからなんかそういうのをもう本当 100% 自分が好きで、それをすごく自慢できること、この匂いいいよっていうものがパッケージも良くて買うといいよっていうものを絵に描いてたものが結構なんかこう皆様にも受けてくれたし、私もそういうなんかこう商業のベースに乗ってなんか絵をずっとなんか自分が満足するものとのこの中立なバランスを描いていきたいみたいなのがこの前のそのイベントの後にそういう芽生えてきてる中でこういう話が決まったんで、こっちに来て YK ちゃんとはあんまりほとんど話したことがなかったので、こっちに来てこう話してみたらものすごくこうグローバルなコスモティックな脳内が中間とてつもなくこうユニバースそう多分寿命80数年では検知できることのできないような英知さも現実化のように話す、なんかもうこの4万店舗目を火星にオープンするっていう言葉も初めて聞いた時に突拍子もないと思ったんだけど、これ多分ね叶えさせるための一歩を私も助力がこう超えるんだったらやってみたいみたいな、自分だけ結構バンって入るの結構すごいなんか入ってしまうので、っていう時にあずきちが自分のことをに染めてくれた絵のテイストにこのトカレナさんのこの空気感と YK ちゃんのこの趣向の全てありがとうございますをなんか描くときに自分のも入れないと楽しくなくなっちゃう。絵を描くときに人様のために描いてるだけだと絶対続かないんで、もうそこで私もちょっとやらせてもらっていいですかみたいなっていうのがこうなんかマネジメントとクライアントとアーティストと言ってることが全部こう多分集結できてる気がするんですけど、それが今ここ後ろに書かれてるやつ。はい最初、ボカレナさんに来た時に、じゃあ行ってみます、ハズリッチから紹介してもらった時に、アボカドとシャンパンだよって言われた。なんか、ボカレナっていうお店はアボカドとシャンパンだよって言われた。もう、3つのキーワードバナナのか何なのか、そう。僕でパッて来たら、もうそのアボカドにこのすごくフォーカスしたメニューを提供して、その YK ちゃんが厳選したシャンパンを出してるお店っていうのを聞いて、もうアボカドとシャンパンはもう確実にこう書くのはもう決まるよねもうそれをじゃあもうどういうふうに、例えば自分スタイリストとデザイナーを一緒にやった時があったんで、なんかアボカドとシャンパンを書く時にただただ書くだけなんかこうなんかそこだけだアボカドが好きですよね、シャンパンが好きですよね、だから書いたんですよじゃなくて、そこにその YK ちゃんの思想と自分のこのスキルとかスキルみたいなものとここにあるこのポテンシャルをうまくこう加味するときにはやりたかったのは、私はやっぱりこのやっぱりその女性を描くことによって自分のこのホームグラウンドであるデザイナーとファッションスタイリストっていうのがこうちゃんとこう絵で表現できるのと、あとこの YK ちゃんの思ってる思想、このシャンパーニュと
アボカドみたいなものがこう上からこうシャンパンからこう何パーンって開けた後のがこう一回三角錐三角錐でね中じゃないんだよね、あれはテトラヒドロン、そうテトラヒドロンっていう、正三角形の4面体の三角錐が店員さんにテトラヒドロンを言わせてしまっている。すいませんそう言わせてしまいました。ここまでにそこをね、テトラヒドロンに関してはもっと私も知らないですよ。そう、そこに一回受けたシャンパンが彼女が実際飲んでいたシャンパンに落ちていくっていうこの一回受けてもう一回下に落ちていく、だからもうどんどん純度が上がっていく、ろ過されていくとか、もっとクリアになっていくっていうようななんか雰囲気とかイメージもありつつ。だから飲んで食べてがやっぱりね飲食店かというと、だからそれがやっぱりもう今の時代つまんないんじゃないかなっていうのをやっぱ思ったところにちょうどアートがはまって、まあ、もちろん食べ物の今日はねオイスター&シャンパンということでコラボレーションを実現していただいて、で実際ここに書いてるグラスとこのシャンパングラスは、ここに実際に置いてあるこのシャンパン今、飲んでるこのグラスですね。そうこれを 1.82 倍にこの拡大した等倍のサイズがこれなわけで、ここにもともと外に出てるバーカウンターがあったんだけど、そこにこれその座面その台座がちょうどここになってて、すごい。でこれが本当にこうスコンとはめると本当にこう乗っかってるですね。でなんつうのこうなんつうのここステムのステムボトムっていうんですか、そうがちょっと茶番でるのがこう本当に置いた時にこのすげえ計算されてる。そう反射されてる。でこの今描いてるこの絵も全部、朝見た時にこっちから日差しが入った時のシャンパンとかそれらを全部この絵に体現してるんですよ。なので例えばこの子もここにカウンターが出た時にこうグラスをちょっとずつこっちに引っ張ってくるといつかどっかで絵とがっちりこのああ、なるほどね。リアルのシャンパンがマッチする状態に今作ってあって。すごいすごい。そうでこれに対してのボトルも、ちょっと上の方に書くので結構こう少し倍率は少し乱したんだけど、ドラピーもできればグラスに対してのこのドラピーのボトルの差数もほぼほぼ同率にしたくて、でもそうでドラピー自体のあれも全部こう縦幅と横幅をあれだけの長さにした時に幅はじゃあどのくらいの倍率なのかっていうと全部こう常備したので、あれはこのボトルのちょうど 2.88 倍の原数内の拡大図がまんまになってるので、なんか絵に描くと抽象的になる絵とかはあんまり好きじゃない。絵にした時にもちゃんとこうリアリティのあるものだからなんか例えば商業とかになんかこう絵に慣れた時に例えばなんかそういうカフェのお店とかでマグカップ描いてるとか操作描いてる時にあれじゃどっちかというとなんかすごく発想を豊かにしてすごいものを描いちゃうよりはこのものが写実的にこの原寸大に貼られてるみたいなの方が私はすごく自分は気づいた時にびっくりするでしょうね。もしかしてなんつってこのなんか言われるまで気づかなかったけど言われなくてもなんか気づいたその瞬間今もしかしてみたいなねえなんかそういう、あとなんかこうあんまりこう物を残し続けるのってあんまりなんか結構苦手でこっからが今回の面白いところなんです実は完成っていう体でもでこうね人物女性が中に映っていてですごいやっぱりお召し物がおかしいのかこれ。近いものはやご要望であれば今度全体しますよ。じゃあお願いしていいですか。ぜひこれがねやっぱり人間がいるのは服お召し物があるとそれはシーズンによって変わるでしょうにと。例えば冬なのになんか水着着てたらおかしいと、夏なのになんかこう毛布かぶってたらおかしいと。これがどうなっていくんですかね、この後は。実はですねはい。
ね、ワインとかをこの愛してるこの YK ちゃんが喜んでもらえるドラピエではないと意味がないし、彼がこれからこの壁面を使って来てくれたお客様たちに多分その満足してもらうための言葉を私は書くだけではなくて、この書いたものが YK ちゃんに伝わり、その YK ちゃんのこの伝えたいお客さんに伝えたいものも私がここに書いていないと多分全てのこの連携にならないっていうのもある種すごく楽しい試みではあったので、YK ちゃんと知り合ってまだ多分どのくらい1ヶ月経ってない、まあまあもうちょっと前にね、その間にね、多分羽生さんがいてその間にこの YK ちゃんから頂戴したなんかこう趣味嗜好みたいなものはこの真ん中にある三角柱のこのグラスがなんていうんですかね、ワインからバーって一回注がれてるこの受けてるこのマティニグラスのようなこれがこの正三角形を4面に当てた宇宙上の全ての分子のこの一番ちっちゃいやつだと。でこれを切々と語られた時に私はなんかこのテトラヒドロンっていうんですけど、このテトラヒドロンをどういうふうに絵に再現するかとっていう時にこれですよ、これをピラミッドの形はちょっとまた別のやつで、そう何言ってんだと、何の話だこれと。ここからはもうちょっとカスタマーサービスの方に入ってくるんですけど、私はカスタマーへのこのサービスとしてのねあれなんですけど、もうこれをやるたびに結局そのフリーハンドでは絶対表現できないもの、例えばこのワインボトルもそうだし、ここにあるシャンパングラスもそうなんですけど、私はなんかこうフリーハンドでそれっぽく書くのがあんまり好きではなく、ちょっとこうそのものを書く、もうドラピエをこれを書くのであれば、私はこのものが大きく書かなければいけないんだったら等倍に広がるで、ちっちゃく書かなきゃいけないんだったら縮小するっていうのを絶対にこうやりたいので、これいいのかな、どういうふうにすればいいのかな、落としどころがなく分かんなくなっちゃうな、集団行動ができない子が一人どう言えばいいのかな。あ、やばいやばい、手が触れてきた。一応このシャンパングラスを例にすると、このシャンパングラスはこのシャンパングラスの 1.82 倍で作ってるんで書いてるんですよ。でこれをここからぐーっとこう持ってくると、いつかどっかでがっちり一致する場所があるんですよ。でおそらくここにバーカウンターが設置されるので、お客様が来た時にウェイってこっちから写真を撮る時にこの絵と融合したこのシャンパングラスを持ってこの写真を撮ってほしいと。